はじめまして、 TDC ラボへようこそ。このチャンネルでは3人の子を持つおっさんが仕事、家庭、趣味を悪戦苦闘して両立しながらデスク周り、ガジェット紹介、DIY などを発信して皆さんに少しでも楽しい時間をお届けできればと思っています。今回はデスクツアーをお届けします。僕はデスクワーカーではないんですが、あまりにもデスク環境に憧れすぎて勝手にデスクスペースを作るほどの変態です。職場の上司の知り合いの知り合いが在宅ワークをしていると聞いたので羨ましい限りです。自宅の一室をなんとか妻や子供たちから守りつつゲームしたりデスクワークしたり、そのような環境を作りました。コンセプト、ゲームとデスクワークの両立、スタイリッシュ、できるだけ安く快適にです。それでは行ってみましょう。あれ、なんで行かへんの？なんで？まずは僕が使っているデスクをご紹介します。このデスク、何がいいってとにかく安い。サイズは幅161センチ、奥行き60センチ、高さ72センチ。これでお値段 14,939 円。このサイズ感でこの価格、コスパ高すぎです。もちろん昇降機能もキャスターもついていません。でも高さ72センチはデスクワークちょうどいいし、この価格ならむしろ納得です。ちなみにデスクの下にはカバーコナーの家具スライダーを敷いています。これで裏側へのアクセスがちょっと楽になります。キャスターも考えたんですが、高さが変わっちゃうので今回はスライダーを採用しました。少し気になるポイントとしては、天板のプリントの影響なのか、表面がわずかにデコボコがあって紙を敷いて直接字を書くとかなり書きづらくなります。下敷き必須です。天板の裏側には鉄製のフレームが張り巡らされていて、クランプ式のアクセサリーがほとんど使えません。何度も試行錯誤するうちに天板は穴だらけになってしまいました。でもこういった短所も価格が安いから気にならないんです。10万円もする昇降機能付きおしゃれ天板デスクだとその都度へこんでメンタルボロボロです。失敗を恐れずにいろいろチャレンジできる勇気をくれるデスクです。失敗した分だけ新たな学びがあります。限られたスペースで工夫を重ねるうちに思いがけない発見もあります。このデスクはいわば僕のような初心者にとっての入門テキスト。挑戦する楽しさと成長する喜びを教えてくれる存在です。椅子はニトリで昔買ったワークチェアのクエトです。当時の価格は2万円台ぐらいだったと思います。現在は販売終了しております。他の椅子と座り心地を比べたことがないので、正直これが良いのか悪いのかは判断できません。一つ気になるのは高さが少し高いところです。僕は身長175センチなんですが、一番低くしてもかかとが床に完全につかないんですよね。僕の足が短いだけの可能性もあります。背もたれから背面にかけてメッシュ素材なので汗で蒸れたりすることはありません。ゲームで白熱して背面汗びしょびしょでももう満体です。モニターは LG の 27UK850 を中古で比較的安く購入。現在も問題なく起動しております。27インチ 4K 対応です。背面に USB Type-C 1つ、ディスプレイポート1つ、USB 3.0 Type-A 2つ、HDMI 端子2つ、ヘッドホン端子1つ、ドッキングステーションとしても使えます。現状は L ごとの LX のモニターアームに合わせて USB-C に Mac mini を、HDMI 端子に PS5 をつないでおります。モニターアームは机の構造上クランプ取り付けができなかったので、ドリルで穴を開けて設置しています。モニター前には iPad mini 第7世代を配置。こちらはイオシスさんで中古で購入。背面にはモフタのマグシールを採用。ジェミニの情報だと50回貼り直しができるらしいので、あと49回貼り直しできます。デスクシェルフとマグネットで固定。サブモニターとしても活用しております。iPad mini のタッチペンは ESR のサードパーティー製を使用中。僕みたいな素人には入門式でコスパよく、カラーがブラックなのもグッド。ペンホルダーはマグネット吸着に改造しており、iPad mini の両面テープの糊がつかないようにして取り外しの快適性も抜群です。PC は M4Mac mini メモリ 16GB ストレージ 500GB を使っております。
僕みたいな素人には十分なスペックです。持ち運びはできないにしても、このミニマルなフォルムがたまらなく可愛いんですよね。小遣い月3万円の僕に購入できるわけもなく、妻が iPhone の機種変更するときに便乗して共通の資産で購入できました。やった！デスクパッドはみんな大好きグローブメイドのウールフェルト。ここぐらいしかお金かけれませんでした。アメリカの公式サイトで購入。肌触りもよくチクチクしない、申し分ない商品でかなりお気に入り。グローブメイドのロゴを見るたびににやけまして所有欲満たされます。キーボードはサテチの Bluetooth 5.0 対応キーボード US 配列を使っています。完全に見た目重視で選びました。Bluetooth は最大3台まで登録できて、切り替えもかなりスムーズ。バックライトは白一色ですが、明るさ調整の幅が広く、自分好みに細かく調整できます。打鍵音も比較的静かなので、夜に作業していても子供を起こしにくいのは父としてかなりポイント高いです。ただ配列形式をよく知らずに購入したため、US 配列は最初めちゃくちゃ使いにくかったのが正直なところ。最近は YouTube 動画の台本作りで使う機会が増えてきて、少しずつですが慣れてきました。これからもっと使い込んで愛着の持てるキーボードにしていきたいと思っています。マウスは第一世代マジックマウス。今も現役です。Mac mini との相性は抜群で、操作性も申し分ないです。ただ少し重いのが難点。ゆくゆくはマウスもアップデートしていきたいと思っているので、Mac と相性が良くて動画編集などでおすすめのコスパが良いマウスがあれば教えてください。ゲーム機は初代 PS5 のデジタルエディション。ゆくゆくはデスク下に隠したいところ。コントローラーは2台管理で電池切れの心配もなし。PS ポータルはモンハンワイルズを始めたのを機に寝ながら使用したくて購入しましたが、最近は出番なしです。ただこの見た目がいいんですよね。マットな質感にブラックのクールなカラーリングがナイス。最近はサブスクのプレイステーションプラスのプレミアム会員になるとクラウドストリーミングを使用できて、ネット環境さえあればどこにいても PS ポータルを楽しめる神仕様。僕はお財布と相談して断念です。いつか入りたい。デスクシェルフはアイリスオーヤマさんの幅100センチ、奥行き25センチ、高さ 8.5 センチのブラック。これが安いんです。この大きさでこの価格は反則です。他社の高級デスクシェルフと一桁違います。カスタムし放題です。カスタム方法は YouTuber つよしさんとオフィス新谷さんの動画を参考にカスタムしました。っていうかほぼそのままです。なので概要欄にリンク貼っていますので、そちらを見ていただいた方がいいと思います。一応簡単に説明しますと、天板裏にステンレスプレートを両面テープで貼り付けて、ネオジウム磁石でセリアの1つ100円アイアンバーを吸着しております。このアイアンバーの上にはモバイルバッテリーやコンパクトキーボードを収納しており、iPhone と Apple Watch 用の充電器としてローリーのワイヤレス 3in1 充電器1万 mAh を固定。この充電器は旅先でワイヤレス充電器としても使えますし、パススルー充電にも対応しており、ケーブルに接続したまま充電ステーションとしても使える優れもの。僕はデスクの上にマグセーフ対応で Apple Watch も充電できる充電器が欲しくて購入したので、アイアンバーにマグネット吸着して使用しています。そのため置き型充電部分は使えませんが、マグセーフ充電で AirPods も充電できるので問題なし。はじめはアイアンバーに置いて iPhone を乗せるとその重みで固定できなかったんですが、本体下にマグネットシールを貼り付けて解決済み。その他の充電はシェルフ下に USB Type-C ケーブル2本、念のためのライトニングケーブル1本をエラゴのマグネットケーブルホルダーで固定しています。マイクは YouTube を始めるために購入したタスカムの TM250U コンデンサーマイク。マイクを調べ出したら上から下まで価格の幅が広くて驚きました。そんな中でもカメラ系 YouTuber さんが紹介していたこちらの製品にたどり着きました。正直他社と比べたわけではないんですが、僕みたいな素人には申し分ない機能でして、お値段も6820円とかなり安い。設定も USB Type-C に接続するだけのシンプルかつ幅広く使えます。
ただデザインがちょっとね、ここをもうちょっと。デスク周りの配線は天板下に三和ダイレクトさんのメッシュ配線トレイを使用。そこにエレコムの電源タップ10個口3メートルを装着して全ての機器の電源を集約させています。大元のコンセントはこれ1本で完結です。ここで地味に邪魔だったのが AC アダプター。特に大きいのがモニターの AC アダプターです。皆さんこれトレイに乗りますか？僕は何度か試したんですけど、重みでネジが緩んできたり、トレイを広げた時にマジックテープから外れて転がり込んできたりして、結局トレイに乗せるのを諦めました。そこでデスクシェルフ同様にマグネット吸着してしまえばいいと思い、ようやくたどり着いたのがセリアの神アイテム、中俊産業さんのマグネットシールです。ちょくちょく動画に登場していた他のガジェットに貼っているシールたちもこちらの商品です。これマジでいいです。使いたいものに切って貼って貼るだけ、切って貼って貼るだけ。1枚で耐荷重2キロらしいんですが、1枚丸々使ったわけではありませんが、 AC アダプターもこのぐらいの大きさに切って使うだけでも問題なし。今まで外れたことはありません。自己責任でお使いください。両面テープ側も 3M テープなんでがっつり吸着。こいつをゲットしてからあちこち吸着。Amazon でも10万円単位からで販売されているんですが、セリアに比べるとお値段少し高めです。僕が見た感じ、どこのセリアでも置いているわけではありませんが、皆さんもお近くのセリアに寄った時はぜひチェックしてみて、購入して試してみてください。ネットは自宅にメッシュ Wi-Fi 環境を整えて、子機を車載に配置。少しでもネット速度を快適したいと考えまして、子機に有線を分岐して Mac mini と PS5 に直接それぞれつないでおります。デスク下収納はニトリの3段式キッチンワゴンを設置。高さが70センチ以内とちょうど良い。今はとにかく上段から優先度が高い順に雑貨を突っ込んでいます。ここは今後もアップデートしたいところです。デスクの足には山崎実業さんのティッシュケースをマグネットで吸着。ティッシュも座ったまま取りたいときにさっと取れて見た目もよくグッドです。その横にエレコムさんの除電ブラシを専用ケースに入れて、こちらもマグネットで固定。この2点を揃えておけばデスク周りのホコリ対策はほぼ完璧。思いついた時にさっと掃除できるのが一番のメリットです。いかがでしたか？ちょっと長くなりました。夏から冬になってしまいましたね。最後までありがとうございます。今回紹介したものは概要欄にリンクを貼っているので、気になる方はチェックしてみてください。これからもデスク環境のアップデートや物や DIY、試行錯誤を繰り返し、自分と家族が楽しく快適に暮らせる様子を発信していこうと思います。今回の動画で疑問に思ったことや、ここをもっとこうしたら良いなどあれば気軽にコメントいただけると嬉しいです。ちょっと楽しかったし、暇つぶしにもなったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。言えた。さて、そろそろデスクワーク。全然ないわ。